由紀子の消失。S村の村長の息子である大谷幸吉が、その許嫁山北鶴子惨殺犯人の容疑者として勾引せられた。幸吉はあくまで無実を主張したが、第一のっぴきならぬ血染め浴衣という証拠品があり、犯罪当夜の現状不在証明が成り立たず、その上彼には許嫁を殺害しかねまじき動機さえあったのだ。幸吉は鶴子を嫌い抜いていた。彼には N 市に衣川由紀子という密かなる恋人があって、その恋を続けるためには結婚を迫る許嫁は何よりの邪魔者であった。しかも幸吉一家には鶴子の家に対してこの許嫁を取り消し得ない苦しい浮世の義理があった。幸吉が結婚を承知しなければ、父大谷氏は村長の栄職を投げ打って S 村を退散しなければならないほどの事情があった。一方山北家ではその事情を振りかざして矢のように婚礼の日限を迫ってくる。したがって大谷氏夫妻は泣かんばかりに幸吉を責めくどく。恋に狂った若者がこんな羽目に陥ったとき、その許嫁の女を憎み呪い、果ては殺意をさえ抱くに至るのは至極ありそうなことではないか。というのが余震判事や警察の人々の意見であった。動機あり、証拠品あり、アリバイなし。もはや幸吉の有罪は何人も覆すことができないように見えた。だがここに幸吉の両親大谷氏夫妻のほかに彼の有罪を信じない一人の人物があった。それは幸吉の親友で S 村に帰省中たまたまこの事件にぶっつかった探偵小説家殿村正一だ。彼は幼年時代からの幸吉の友達で、その気心を知出していたから、いかに恋に狂ったとはいえ、彼が罪もない許嫁の鶴子を殺すなどとは、どう考えても信じられないのであった。彼は今度の事件について、一つの不可思議な考えを抱いていた。それは殺人の行われた4日前に、ほとんど同じ場所に等身大の藁人形が、しかも短刀で胸を刺されて倒れていたことを出発点とする、まことに突飛千万な幻想であった。そんなことを国枝判事などに話せば、小説家の空想としてたちまち一生に伏し去られるは知れきっていたから、彼はそれについて何事も口にしなかったけれど、親友の幸吉が無実を主張しながら勾引された上は、親友を助ける意味で彼は彼の幻想に基づいて一つこの事件を探偵してみようと決心した。ではどこから始めるか。経験のない殿村にはちょっと見当がつきかねたが、何はさておき、まず N 市の衣川由紀子を訪問してみなければならないように感じられた。幸吉は犯罪当夜、由紀子のところへ行っていたと主張し、由紀子は警察に対してはっきりそれを否定している。この奇妙な矛盾は一体何から来ているか。まず
それを解くのが先決問題だと思った。そこで幸吉が降院された翌朝、彼は N 市への乗り合い自動車に乗った。無論由紀子とは初対面である。この恋人のことは幸吉が誰にも打ち明けていなかったので、S 村の人はもちろん幸吉の両親さえも由紀子を知らず、余震判事の取り調べの際、幸吉が告白したので初めてその住所なり姓名なりを知ったほどであった。殿村は N 市へ着くと直ちに停車場に近い由紀子の住所を訪問した。ごたごたした小工場などに挟まれたくすぶったような2階建ての長屋の一軒がそれであった。案内を請うと60余りのおばあさんが目をしょぼしょぼさせて出てきた。絹川由紀子さんにお目にかかりたいのですが、と来意を告げると、老婆は耳に手を当てて、どなたでございますと顔を突き出す。目も悪く耳も遠いらしい。あなたのところの2階に絹川という娘さんがいらっしゃるでしょう。その人にお目にかかりたいのです。僕は殿村というものです。殿村は老婆の耳に口を寄せて大声にとなった。するとその声が2階に通じたのか、玄関から見えている階段の上に白い顔が覗いて、どうかこちらへお上がりくださいませ、と答えた。その娘が絹川由紀子に違いない。真っ黒にすすけた段はしごを登ると、2階は6畳と4畳半の二間切りで、その6畳の方が由紀子の居間と見え、女らしくきれいに飾ってある。突然お邪魔します。僕は S 村の大谷幸吉くんの友達で殿村というものです。挨拶をすると由紀子は丁寧にお辞儀をして、私絹川由紀でございますと言ったっきり、恥ずかしそうにうつむいて黙っている。見ると由紀子の様子が少し意外である。殿村は幸吉があれほどに思っていた娘さんだから、定めし非常に美しい人であろうと想像してきたのに、今目の前につくねんと座っている由紀子は、どうも美しいとは言えないばかりでなく、まるで陰梅婦のような感じさえするのだ。髪は陽髪にしているが、それが実に下手な結い方で、額に波打たせた髪の毛がマヨを拡散ばかりに垂れ下がり、顔にはおしろいや紅をコテコテと塗って、その上虫歯でも痛いのか、右の方に大きな公約を貼り付けているという始末だ。殿村は幸吉が何を物好きにこんなへんてこな女を愛したのかと疑いながら、ともかくも幸吉の婚姻せられた顛末を語り聞かせ、犯罪の当日、彼は本当に由紀子を訪問しなかったのかと正した。すると、なんという冷淡な女であろう。由紀子は恋人の婚姻を察して悲しむ様子もなく、言葉少なに、その日幸吉は一度も来なかった旨を答えた。殿村は話しているうちにだんだん変な気持ちになってきた。由紀子という女が感情を少しも持たぬ人造人間か何かのようにさえ思われて、一種異様の不気味さを感じないではいられなかった。
それで、あなたは今度の事件をどう思います？大家君が人殺しなぞできる男だと思いますか？少々尺に触って叱りつけるように言うと、相手は相変わらずの無感動で、あの人がそんな大それたことをなさるとは思われませんけれど、と実に煮え切らぬ返事だ。この女は恥ずかしがって感情を押し殺しているのか、真からの冷血動物なのか、それとももしかしたら幸吉をそそのかして鶴子を殺害せしめた張本人であるために、その罪の恐怖に怯えきってこんな様子をしているのか、全く得体の知れぬ不思議な感じであった。彼女が何かにひどく怯えていることは確かで、ちょうどその家の裏が停車場の構内になっているものだから、絶えず機関車の行き来する音が聞こえ、時々はすぐ窓の外で鋭い汽笛が鳴り響くのだが、そんな物音にもユキコはビクッと身を震わせて驚くのだ。ユキコはこの家の2階を借りて一人で暮らしているらしい。調度などがなんとなく職業婦人を思わせる。どこかへお勤めなんですか？と尋ねてみると、ええ、少し前まである方の秘書を務めていましたが、今はどこへも、と口の中でもぐもぐ言う。なんとかして本音を吐かせようと、なおいろいろ話しかけてみたが、ユキコは黙りがちで少しも要領を得ない。絶えずうつむいて目を伏せて、口を聞くときも殿村を静止せず、まるで畳と話をしているような塩梅だ。結局殿村はこのユキコの必要な沈黙をどうすることもできず、ひとまずその家を自居することにしたが、糸間を告げて階段を降りかけても、ユキコは座敷に座って頭を下げているばかりで、下へ送ってこようともせぬ。玄関の土間に降りると、それでも例のおばあさんが見送りに出てきたので、殿村は念のためにその耳に口を寄せて、今日から3日前、つまり先おとといですね。鬼怒川さんのところへ男のお客さんはなかったですか？ちょうど私くらいの年配の。と尋ねてみた。2階のユキコに気兼ねをしながら2、3度繰り返すと、やっと、さあ、どうでございましたかね。という返事だ。だんだん聞いてみると、この家はおばあさん一人暮らしで、2階をユキコに貸しているのだが、体が不自由なため、いちいち取り次ぎなどはせず、ユキコのお客様は勝手に階段を登っていくし、夜なども客が遅く帰るときは、ユキコが表の戸締まりをすることになっているらしい。つまり、2階と下とが全く別々のアパートみたいなもので、仮にあの日幸吉がユキコを訪ねたとしても、このおばあさんはそれを知らないでいたかもわからぬのだ。殿村はひどく失望してその家を出た。そして考え込みながら足元を見つめて歩いていると、やあ、あなたもここでしたか。突然声をかけたものがある。びっくりして見上げると、S 村の小学校の取調室で知り合った N 警察の警官だ。まずいやつに出くわしたと思ったが、嘘を言うわけにもいかぬので、ユキコを訪問したことを告げると、じゃあ、うちにいるんですね。そいつはいい具合だ。実は、
あの女を取り調べることになって、今、呼び出しに行くところです。急ぎますから、出警します。警官は言い捨てて、5、6軒向こうに見えているユキコの下宿へ走って行った。殿村はなぜかそのまま立ち去る気にはなれず、そこに佇んで、警官の姿が格子戸の中へ消えるのを見送っていた。警官に引き連れられたユキコがどんな顔をして出てくるかと、ちょっと好奇心を起こして待っていると、やがて、再び格子戸の開く音がして、警官が出てきたが、ユキコの姿は見えぬ。そればかりか、警官は殿村がまだそこに立っているのを見つけると、怒ったような声で、困りますね、でたらめをおっしゃっては。鬼怒川ユキコはいないじゃありませんか。と言った。え？いないって？殿村は面食らって、そんなはずはありませんよ。今は僕が会ってきたばかりですからね。僕がたった5、6軒歩く間に外出できっこはありませんよ。本当にいないのですか？と信じられぬ様子だ。本当にいないのです。ばあさんに尋ねても太く要領なので2階へ登ってみたんですが、猫の子一匹いやしない。じゃあ裏口からでも外出したのかもしれませんね。さあ、裏口といって裏は停車場の構内になっているのだが、ともかく僕も引き返して調べてみましょう。いないはずはないのだがな。そこで二人はもう一度その家の格子戸を開けてばあさんに尋ねたり家探しをしたりしたが、結局鬼怒川ユキコは煙のように消え失せてしまったことが確かめられたばかりであった。最前警官が入っていった時、ばあさんは殿村を送り出して、まだ玄関の、しかも階段の折り口に立っていたのだから、いくら目や耳の疎い老人でも、ユキコがその階段を降りてくるのを気づかぬはずはなかった。なお、念のために、履物を調べさせてみたけれど、ユキコのはもちろん、ばあさんの履物も一足もなくなっていないことが分かった。ユキコが外出しなかったことは、もはや疑う余地がないのだ。ではもう一度2階を調べてみようと、はしご段を登り、押し入れの中や天井裏まで覗いてみたが、やっぱり人の気配はない。この窓から屋根伝いに逃げたんじゃないかな。警官が窓の外を眺めながら口走った。逃げたって？何かあの人が逃げ出す理由でもあるのですか？殿村がびっくりしたように聞き返した。もしあの女が共犯者であったとすれば、僕の声を聞いて逃げ出さぬとも限りませんよ。しかし、それにしても。警官はその辺の屋根を眺め回して、この屋根じゃどうも逃げられそうもないな。それにすぐ下の線路に多勢甲府がいるんだし。いかにも窓の下はすぐ駅の構内になっていて、何本も汽車のレールが並び、その一本は修繕中と見えて、4、5人の甲府がつるはしを揃えて仕事をしている。おーい、今この窓から線路へ飛び降りたものはないか。警官が大声に甲府たちに尋ねた。甲府たちは驚いて窓を見上げたが、無論ユキコがそんな人目につく場所へ飛び降りるはずはなく、彼らは何も見なかったと答えた。またユキコが屋根伝いに逃げたとすれば、甲府たちが気づかぬわけはないから、これも不可能なことだ。つまり、あのお化けのようにおしろいを塗った妖怪じみた娘は、気体となって蒸発したとでも
考えるほかには解釈のしようがないのであった。殿村は狐につままれたような、夢でも見ているような、何とも言えぬへんてこな気持ちになって、うつろな目で窓の外を眺めていた。頭の中に無数の微生物がもやもやと入り乱れて、その間を胸に短刀を刺された藁人形や、壁のように白いユキコの顔や、赤はげになった顔の中からまん丸に飛び出していた鶴子の目の玉などがスースーと現れては消えていった。そして頭の中が闇夜のようにあやめもわかぬ暗さになった。その暗い中から徐々に異様なものの影が浮き上がってきた。なんだろう、棒のようなものだ。鈍い光を放っている棒のようなものだ。それが2本平行に並んでいる。殿村はその棒のようなものの正体をつかもうとしてもだえ苦しんだ。すると突然パッと頭の中が真昼のように明るくなった。謎が解けたのだ。まるで奇跡みたいにすべての謎が解けたのだ。高原療養所だ。ああ、わかったぞ。君、犯人のありかがわかりましたよ。国枝君はまだこちらにいますか？警察ですか？殿村が気狂いのように叫び出したので、警官は面食らいながらも、国枝余震判事がちょうど今警察署に来ている旨を答えた。よろしい。じゃあ君はすぐ帰って、国枝君に僕が行くまで待っているように伝えてください。殺人事件の犯人を引き渡すから、と言ってね。え？犯人ですって？犯人は大谷幸吉じゃありませんか。あなたは何をバカなことをおっしゃるのです？警官が仰天して叫んだ。いや、そうじゃないのです。犯人は他にあることが今やっと分かったのです。想像もできない邪悪です。ああ、恐ろしいことだ。ともかく、国枝君にそう伝えてください。僕がすぐ後から行って説明します。殿村が気狂いのように繰り返し頼むので、事情はわからぬながら煙に巻かれてしまって、警官はあたふたと署に帰っていった。国枝判事の親友である殿村の言葉を無限に跳ねつけるわけにもいかなかったのだ。途中で警官に分かれると、殿村はいきなり停車場に駆けつけ、駅員を捕らえて奇妙なことを尋ねた。今日午前9時発の上り貨物列車には材木を積んでいましたか？駅員はびっくりしてじろじろ殿村の顔を眺めていたが、何と思ったのか親切に答えてくれた。積んでました。材木を積んだ無害滑車が確か3台あったはずです。で、その貨物列車は次の U 駅には停車することになっているのですか？ U というのは S 村とは反対の方角にある N 市の次の停車場なのだ。ええ、停車します。U ではいくらか積み下ろしがあったはずです。それだけ聞き取ると、殿村は駅を走り出して駅前の自動電話に飛び込み、U町の郊外にある有名な高原療養所を呼び出して、何か入院患者のことをしきりと尋ねていたが、これも満足な答えが得られたと見え、通話が終わるとそのまま勢い込んで警察署へと駆けつけた。国枝氏は署長室にただ一人、
ぽつねんと腰掛けていたが、突然殿村が取り次ぎもなく飛び込んできたので、あっけに取られて立ち上がった。殿村くん、君の推挙にも困るね。お上のことはお上に任せておきたまえ。小説家のにわか刑事なんかが成功するはずはないのだから。国枝氏はにがりきって決めつけた。いや、にわか刑事であろうと何であろうと、この歴然たる事実を知りながら黙っているのはむしろ罪悪だ。僕は真犯人を発見したのだ。大家君は無罪だ。殿村は興奮のあまり、場所柄をもわきまえず絶叫した。静かにしてくれたまえ。お互いは気心を知り合った友達だからいいけれど、警察の連中にこんなところを見られては少し具合が悪いのだから。国枝氏は困りきって、気違いのような殿村をなだめながら、で、その真犯人というのは一体何者だねと尋ねた。いや、それは君自身の目で見てくれたまえ。夕町まで行けばいいのだ。犯人は高原療養所の入院患者なんだ。殿村の言い草はますます突飛である。病人なのかい？国枝氏はびっくりして聞き返した。うん、まあ病人なんだ。本人は仮病を使っているつもりだろうが、その実、救いがたい精神病者なのだ。気違いなのだ。そうでなくて、こんな恐ろしい殺人罪が考え出せるものか。探偵小説家の僕がこれほど驚いているのでもわかるだろう。僕には何が何だかさっぱりわからないが、国枝氏は殿村こそ気が違ったのではないかと心配になりだした。わからないはずだ。どこの国の警察記録にも前例のない事件だよ。いいかい？君たちは実にとんでもない思い違いをしているのだ。もしこのまま審理を続けていったら、君は職務上実に取り返しのつかぬ失策をしでかすのだよ。騙されたと思って僕と一緒に高原療養所へ行ってみないか。信用できなかったら余震判事としてでなく、一個人として行けばいい。たとえ僕の推理が間違っていたところで、ほんの2時間ほど浪費すれば済むのだ。押し問答を続けた末、結局国枝氏は旧友の熱声にほだされ、いわば気違いの重りをする気で療養所へ同行することになった。無論警察の人々にはそれと言わず、ちょっと私用で出かける体にして自動車の用意を頼んだ。